こんにちは。オパールの毛糸がちょっと増えすぎてしまいまして、かなりね場所を取っているので、今日はこのオパールの毛糸たちを消費しようと思います。で、何を編んでいくかというと、ちょっと大物に挑戦しようと思いまして、今日はストールを編んでいこうかなと思います。私普段大きいもの全然編まないので、とっても飽き性なので、ストール1枚無事完成するかわからないんですけれどもね、はい、こんなにたくさんあるので、せっかくなので作ってみようかなと思います。完成しなかったらこの動画は出ません。未来の私がこの動画をアップしていたらいいなと思いながら作っていきたいと思います。でね、オパールの毛糸全部これ使いかけなんですけれども、全部ねシリーズが違くて1玉ずつなんですね。なのでちょっとずつ色を変えて、全部の色でグラデーションを作る感じでやっていきたいなと思います。用意するものはオパールの毛糸です。これはね、今10玉以上あるんですけれども、全部使いかけなので実際は何玉分ぐらいだろうな、ちょっとわからないんですけれども、はい、全部使いかけの糸たちを使っていきます。で、使うかぎ針なんですけれども、5号の 3mm のかぎ針を使用します。今回はかぎ編みでやっていきます。ちょっとね細いのでね、本当に最後までできるか心配なんですけれども、それでは早速やっていきたいと思います。ではまず最初に使う糸、これに決めました。ではここから編んでいきたいと思います。ちょっと画面がぎゅうぎゅうなんですけどね。で、今日やっていく編み方はダイアゴナルステッチという編み方で編んでいきます。1日じゃ終わらないと思うので、ちょっと何日かにかけてやろうと思います。それではやっていきます。まず糸端を最後糸処理できるように10センチぐらい残して、こういう感じで普通のこういう結ぶ作り目をします。まず3目鎖編みを編みます。1、2、3。そしたら長編みをしていくので、立ち上がりをもう3目編みます。1、2、3。今全部で鎖編みが6目編んでいる状態です。そしたら長編みなので、ここ1回かけて、この一番最初の目から1、2、3目目ですね、ここの裏の山を取って長編みしていきます。これで長編みが1目完成しました。これをもう2目やります。2目目、3目目、で3目目がこれで完成なんですけれども、この最後の1目を入れずに、この状態、針に今2目かかっている状態、この状態で一旦止めます。そしたら次の糸、2本目の糸に変えていきます。次の糸また10センチぐらい残して、で最後の1段目の最後、ここをかけます。これで1段目が完成しました。でこの時この1本目の糸ちょっと引いておくとキュッとなると思います。でこの3目の長編みをたくさん作っていく感じになります。では2段目いきます。2段目はまた3目編みます。その後に立ち上がりの3目、計6目ですね、編んでいきます。そしたらこの生地をひっくり返します。この3目、色を変えたこの3目ですね、ここに長編みを3目していきます。最初は裏の山を取ったんですけど、次は裏の山取れないので、この奥ですね、ここを取って長編みをしていきます。まず1目目、ここですね、ここを取って、
1目、2目、編み終わりました。そしたら次、ここですね。この一番端っこの折り返してる部分っていうんですかね。これで言うと、2個目で言うとこの一番端の部分、こっちで言うと今この一番左に来てる部分ですね。ここに入れていきます。入れて引き抜き編みを1回します。今引き抜き編みができました。で、今度はこのちょっと大きく開いてる穴ありますね。ここの部分に3目長編みをしたいので、立ち上がりを3目編んでいきます。1、2、3。で、ここに長編みを入れていきます。はい、今また最後の3目目ですね、編みました。こんな感じで1色目1段目2段目は2個四角ができました。次3段目はこの四角が3つできていきます。こんな感じでどんどんねこう斜めに広がっていく感じになりますね。はい、ではまたこの針に2つかかっている状態で次の糸に切り替えていきます。3段目も10センチぐらいまた糸を残して引き抜きます。で、3目と立ち上がりの3目合計6目編みます。1、2、3、4、5、6目編みました。そしたら生地を裏返します。で、今度は1、2、3目ですね。ここに長編みを入れていきます。ここですね。ここに1目、2目、3目。そしたら次に引き抜く場所はどこでしょう。これだとこの山のこっちですね。ここではなくここ、ちょっとここがねこういう感じで大きく穴になってるので分かりやすいと思うんですけれども、この一番端っこのこの角のここね、ここの辺に引き抜き編みをしていきます。こんな感じです。そうしたらまた立ち上がりの3目を編んで、今度はここに3目入れていきます。3、はい、これで今四角が2つできました。次はどこに入れるかというと、今度はこの一番端っこですね。一番端っこのこのちょっと大きい輪っかのところ、ここに引き抜き編みを1回して、でまた立ち上がりを3目編んで、1、2、長編みを3目編みます。でまた2つ残して次の糸に切り替えるという形で、これをもうどんどん自分の納得のいく大きさまで広げていくっていう感じですね。ちょっと1点言い忘れていたんですけれども、変えた糸そのままずっとつけながらやってたんですけれども、これはねどうせ後で糸処理をするので、これもね10センチぐらい
の長さに揃えて全部切っちゃって大丈夫です。ここら辺も全部切っちゃいます。で、後でこれは全部糸処理していきます。こんな感じで、まだ途中なんですけれども少し編めてきました。かわいい。結構これだけでもだいぶ可愛いんですけど、まだね、全然ちっちゃいんですよ。サイズ感で言うと、ちょうど30センチ、30センチよりあるか。34センチぐらい編みました。このままね、ずーっとこう広げていくと、三角ショールみたいな感じになるか、またはあとちょっとずつ減らし目してってこう正方形になるかっていう感じなんですけど、私は長方形にしたいんですね。こう長くして首に巻けるようにしたいので、ここからですね、こうずーっと長方形になるように減らし目をしていきたいと思います。まずこの一番最後、この針に2本かかっている状態、ここまで編みます。そしたらここはもう最後の1目も編んじゃいます。ここですね。でこの段から減らし目というかね、ここがこうずっとまっすぐになるように編んでいくんですけれども、まず生地を裏返します。裏返したらここに引き抜き編みを入れて、ここの穴からまた3目の長編みを繰り返ししていくっていう形にします。なので今この一番1目目、ここはもうこの編み目が入っているので、隣の2目目、ここに引き抜き編みをします。これで引き抜き編みが1目完成しました。次3目目の引き抜き編み、ここの引き抜き編みで糸を変えます。で3目目のここに針を通したら、新しい糸を持ってきて、新しい糸を引き抜き編みをします。で次はここですね。この一番端っこのここの部分、ここに長編みを3目編んでいくので、この変えた糸で立ち上がりを3目編みます。そしてここに長編みを1、2、3目編みます。そうするとね、ここが角が作られました。ちょっとうにょってなってるけど、このままやっていきます。次はここですね。ここに1、2、3、今ここの段で減らし目をしてずっと1列編んできました。ここの幅を揃えてずっといって、ここはね、この状態だとここはまっすぐなので、ここで減らし目はしません。ここは今まで通りこの端っこまで来たら次のカラーにここで2本残して、そのまま普通に移っていきます。新しい糸をここにセットします。でここで1、2、3、4、5、6目、6目編んだらまた裏返して、またこの端っこまで普通のやり方で編んでいきます。糸がねだいぶ混線してきたので切りながらやっていきます。このね糸の糸処理が
めちゃくちゃめんどくさそうだなと思っていて、どうしようかなっていう風に今ちょっと考えてます。一個一個糸処理していくのでももちろんいいんですけど、ちょっと糸処理をできるだけ少なくていい方法っていうのを今考えています。ちょっとこれね、行き当たりばったりでやってるので、完成形が私もちょっと見えてないんですけど、とりあえずなんか大きく編めたらいいなっていう思いでやってるんですけど、でもね、思った以上に可愛くできてて、でしかもグラデーションヤーンを使ってるので、こうね、どんどん色が変わっていくので、すごいね、やってて楽しいんですよ。だからね、今のところ全然飽きないでできてますね。やっぱりね、色が変わらない系統を使ってるとどうしてもね、飽きてきちゃうんですけど、まあ、でも色が変わらない系統だとしても、こう一列ずつね、色を変えたりとかすると結構色の変化が楽しめて、私みたいな飽き性でも長続きするんじゃないかなと思いました。はい、ここから一直線にずっと編めました。で、ここがさっき減らし目をして、ここがね、角っこになった部分ですね。そしたら今ここね、最後の長編み3つ終わった状態にしてるんですけれども、ここでここのね、大きい穴、ここですね、ここに引き抜き編みを1回します。そしたらまたここを裏返しにして引き抜き編みしていきます。でこの糸を今手前にあるんですけど、ちょっとこういう感じで後ろに持ってきて、ここで引き抜き編み1回2回で、3目目の引き抜き編みはまた新しい糸を持ってきます。で3目目がどこだ、これですね、ここなので、これで新しい糸で引き抜き編みをします。はい、そしたらまたここで立ち上がりを3目編みます。123で、ここですね、この穴に入れていきます。長編みを3回です。はい、これで端っこがどんどんこういう感じでね、ずっとできてきました。ちょっと引きますね。端っこがね、ちょうどカクカクっとできました。でここが横の長さになりますので、この幅を維持してずっと縦を増やしていきます。こっち左側では減らし目をせず、右側のここでずっと1個ずつ減らし目をしていって、縦の長さをずっと伸ばしていくっていう感じで編んでいきます。結構日が経っちゃったんですけれども、いっぱい編めました。ここが端っこで、ここが端っこです。で今編み終わりがこんな感じで斜めになっています。今この縦の一番長い辺、ここが90センチになったので、長さは90センチで終了にしたいと思います。今度は残りここの部分をこういう感じで三角形で作って終わりにしたいと思います。でこの目の減らし方は、ここでね、縦に伸ばす時にやった減らし目の方法と同じ方法なんですけれども、今度はこの長い方の辺で減らし目をしてって、ここをまっすぐにしていこうと思います。一応ね、ちょっとだけ一列だけ説明したいと思います。ここからはまず普通に最初いつもと同じように糸を変えて、3目編んで長編みをここに3つ入れます。そしたら隣のこ
こですね、端っこ、隣の端っこに持っていって、また3目編んで長編みを3目編む。これを1列続けていきます。1列編みました。そうしたらここ減らし目をするときは最後のこの一山を編まずに終わります。この最後の一山に引き抜き編みをします。このままここを戻って次の段に行きます。そうするとここがカクッとね平らになっていくっていう感じです。なので、はい、裏返します。そしたら今度はこの来た道、ここを引き抜き編みで戻ります。引き抜き編みで2目戻ります。1目2目戻ります。そうしたら3目目は色を変えます。次の糸でここを、この次の目を引き抜き編みします。2個いっぺんに引き抜き編み。そしたら立ち上がりを3目編みます。でここの山に3目長編みをします。で次の山に引き抜き編み。そうするとここがこんな感じで平らになりました。ということでこの最後の三角形の部分は両端で減らし目をしながら進んでいきます。これを最後一目になるまで続けていきます。できました。かわいい。すごいね。想像以上に可愛くなって嬉しいです。色もね、腹ペコ青虫みたいでめちゃくちゃ可愛くないですか？はい、こんな感じで。ちょっと全貌が映らなくてあれなんですけれども、ちょっと今日雨降っていて雨の音がうるさかったらすいません。出来上がりのサイズ感なんですけど、幅が31センチで、長さが88センチぐらいかなになりました。ちょっと90作ったつもりだったんですけど90なかったですね。でこの1列ずつ全部色を変えたので、ちょっとこのね糸処理が毎段起きていてめちゃくちゃめんどくさいなって思いまして、なんとかこの糸処理をせずに作品にしたいなっていう風に思ったんですけれども、今回ですねこれに裏をつけて、で、スヌードにしていこうかなっていう風に思います。で、はい、買ってきました。これですね、湯沢屋さんで買ってきたニットの生地なんですけど、本当はね、最初ファーの生地を買おうかなっていう風に思ってたんですけど、なんかこっちもね、編み物だし、ニットの生地すごく可愛いのがあったので買ってみました。ただね、ちょっと、生地選び失敗したかなって思ってまして、ニットの生地ってミシンで縫うとめちゃくちゃ伸びるんですよ。扱いがねすごく大変だったのでちょっとめんどくさかったかなっていうふうには思ってるんですけど、ただねこれとの相性はとってもいいと思うので、はい、これとこれの2枚でこう表と裏っていう感じにして作っていこうかなっていうふうに思います。このニット生地ね結構すごい編み方もざっくりなので結構ねポロポロ取れてきちゃったりとか、あとね伸びも結構伸びるので、はい、扱いが大変かなと思って、だけどすごい綺麗にこれができたので絶対に失敗したくないって思ったので、今回は医療用の伸び止めテープも念のために買っておきました。で伸び止めテープを使うと、伸び止めテープは全くねこう伸縮性がないものになるので、これを使うとニットの特徴の伸縮性がね全くなくなってしまうんですよ。なので普通のお洋服 T シャツとか作る時にはあんまりこういう伸び止めテープっていうのは使わないんですけれども、今回はマフラーなので、長さもちょっと長めにとっていて着用する時にあんまりこう伸縮する必要性もないので、今回は、
端に伸び止めテープをつけて、その上からミシンをかけていこうかなっていう風に思います。それでは裏地をつけていきましょう。まず生地の表と裏と縦と横っていうのを確認します。この生地は表と裏はなさそうです。で、縦と横はあるので、縦と横を合わせておきます。ちょっとこのカメラの画角と、あと私の作業している机がすごい小さいので、全部映らなくて申し訳ないんですけれども、なるべくちょっと映るようにしながらやっていきます。で、この生地がせっかくね、端っこまですごく綺麗に色が出ているので、そして一生懸命編んだので、なるべく縫い代を作りたくないので、この生地はこのままこの一番端っこを縫い代にして、なるべくギリギリを縫っていこうと思います。なのでこの生地と同じ大きさの分だけこのニットの生地も取っていきます。なので一番端っこを揃えて、この端っこを分かるように待ち針とかでまず留めていきます。これはただの印なので、後でここに伸び止めのテープを貼っていくので、それが分かるようにこういう感じでね、ギリギリのところを待ち針で数箇所留めていきます。で、ちょっとねここでは作業しづらいので、私はちょっとこれ床でやってきます。はい、ちょっと床で作業してるんですが、できました。印をねつけてます。そしたら今度はこの印に沿って、ここのね外側ギリギリに印をつけたので、この内側に伸び止めテープを貼っていきたいと思います。伸び止めテープアイロンで接着なので、先に待ち針で仮止めしていきたいと思います。伸び止めテープを仮止めしました。こんな感じになっています。必ず横の長さ、縦の長さは揃えるようにしてください。これでアイロンをかけてこのテープを留めていきたいと思います。アイロンかけ終わりました。で、机の上に戻ってまいりました。はい、ここからは机で作業します。アイロンをかけて印をつけたので、この生地をカットしていきます。切る場所はこの伸び止めの外側ギリギリを切っていきます。カットしました。伸び止めテープを貼ったので、ほつれそんなに気にならないかなって思ったんですけど、やっぱりね生地が厚いので結構ほつれてきてますね。なのでほつれないようにロックミシンをかけていきたいと思います。はい、ではロックミシンかけていきたいと思います。うまくかかるかちょっと心配ですけど、いきます。ロックミシンかけ終わりました。もうね、ロックミシンをかけたらね、無敵ですよ。ちょっとまだボロボロね、してますけど、もうこれでね、ほつれてくることもないので、そして伸びることもおそらくないので、めちゃくちゃ扱いやすくなったと思います。ということで、最後に、これと、この編み地をくっつけていこうと思います。はい、その前に、ここの糸処理、まあね、ピラピラのまんまでもいいんですけれども、ちょっとね、縫う時とかも縫いにくそうなので、ここをね、揃えていこうと思います。まあ、2、3センチぐらいで切っていこうかなと思います。ただね、あんまりギリギリで切っちゃうと、今度はここがほどけてきちゃうと嫌なので、2、3センチぐらいの長さで揃えて、まず切っていきます。切り揃えました。そしたらですね、この生地と、この茶色い生地を、中表に合わせて待ち針で留めていく作業をしていきます。中表っていうのは表面が中でこうくっつくというか一緒に重なっている感じですね。こことここは裏面っていう状態です。でこっちの生地もどっちが表裏っていうのないので、好きな方を表にしてもらって大丈夫だと思うんですけど、なんかねちょっとここがこの一辺だけね全部内側に向いちゃっているので、これを裏にしようかなと私は思います。なのでこっち表面とこっちの表面をこんな感じで合わせて、でこの横幅の部分、ここには待ち針を打たなくて大丈夫です。この長い2辺に待ち針を打っていきます。でその時
この横の長い辺に返し口をつけたいので、端からちょっと開けた部分に10センチ15センチぐらいかな、ここに返し口縫わない部分っていうのを開けてください。待ち針留めました。ちょっと光っちゃってて分かりにくいんですけれども、こういう感じで待ち針を留めています。でここからここまでを返し口として開けておきます。ここまでできたら、この今待ち針を留めた長い辺2辺をミシンをかけていきます。では縫っていきたいと思います。今回は糸をレジロンにして、でニット用の針に変えています。この状態でこの茶色の生地を見て縫っていきます。この中だったらどこを縫ってもいいんですけれども、押さえでね合わせて、このね真ん中ら辺を縫っていくイメージで縫っていこうと思います。長辺のこの上下2本ミシンをかけ終わりました。今度はこの短い部分、両方ともねまだ縫ってなくて空いている状態だと思うんですけれども、これをですね、ここから手を通してこの一番端っこを持って、で中がこうねじれないように注意しながら、完全には裏返さずにこのまだ縫ってない輪っかを2つ合わせます。でこれも中表の状態、それぞれ中表の状態にします。こっちの茶色い部分はここが裏側で、ここが中、ここ2つで、こっち側も2枚こう合わせる感じで、ここがね空洞で開いてる感じですね。こう半分に折りたたむ感じです。そうしたらここを待ち針で留めて縫っていきます。で最後にこの返し口を開けていたと思うので、ここから返す感じです。なのでまずここを待ち針で留めていきます。待ち針を留めていってみました。わかるかな？ちょっと説明が分かりにくかったかなっていう風に思うんですけど、中表にした状態で一周ぐるっと待ち針を留めました。こんな感じになってます。で今待ち針で留めたここをこう輪の状態でずーっと一周縫っていきます。ここ一周縫いました。そしたらいよいよひっくり返していきたいと思います。この開き口から手を通して表に返していきます。ひっくり返せました。こんな感じです。いい感じですね。はい。でちょっとねここ最後縫ったところ、ここにねピロピロが出ちゃってるので、ここら辺はもう全部ギリギリのところでカットしていきます。最後ですね、ここの部分ミシンで縫っちゃうとここだけね線が出ちゃうので、ここは手縫いでかがっていきたいと思います。数箇所こういう感じで留めていきます。でここから縫っていきます。一応ね玉留めはしてるんですけど、ニットでかなりこの目が大きいので、引っ掛けて端っこに引っ掛けたら、ここ同じところを 2,3 回こう返し縫いみたいな感じで縫って、糸がね抜けないようにするといいと思います。完成しました。こちらになります。じゃーん。かわいい、かわいくないですか？こんな感じ。表と裏、そして中がこんな感じ。これちょっと見にくいけど茶色です。茶色のニット地になっています。ということで早速着用してみます。はい、こんな感じ。なんか顔周りが華やかになっていいんじゃないでしょうかね。今ちょっとねつけてみて思ったんですけど、このねソックヤーンの毛糸が別にチクチクはしないんですけど、ちょっと硬いんですね。なのでこの裏側にすごい触り心地のいい柔らかい生地をつけておいてよかったなっていうふうに思いました。ちょっとね若干長かったかなって思うんですけど、コート着たらもうちょっとぴったりになるんじゃないかなと思うので、ちょっとコートも着てみますね。はい、コート着てみました。いいね。横から見るとこんな感じ。少しちょっと後ろ長くなるんですけど、前に持ってくるとねこんな感じかな。こういう感じでつけても可愛いかもしれない。ちょっと長いのでここら辺にちょっとこう溜めて、こんな感じ。
可愛いと思います。いいね。今日はオパールのソックヤンを使ってスヌード作ってみました。編み方自体はすごく簡単だし、ミシンを使って縫うところも直線縫いのみですごく簡単で、型紙とかもいらないので簡単にできると思います。私今度また別の柄でも作ってみたいなっていう風に思います。この動画いいな、参考になったなと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。